カツ丼作っていきます。さあまず米なんですけど、これ純米って言って、次長課長の河本くんがですね、地元が岡山なんですけど、その岡山の農家さんと一緒に作ってるお米です。もう何年もねやってるみたいですね。これホームページでね買えますんで、よかったら見てみてください。すっごいね美味しいお米です。これを1合ですね。でこのメスティンね、うちのオリジナルメスティン一応試作なんですけど、一応作りまして、これすごい密閉性が高いんでね、蓋はめるときにちょっとグイッとせな開きませんけどもね。これ12月2425の有楽町のポップアップストアで販売しようと思ってます。よかったらどうぞ。で、コンロでメスティン炊いていきます。これ弱火ですね。もうごく弱火で炊いていきます。でネギ、これカツ丼って普通玉ねぎ使うことが多いんですけど、僕カツ丼の玉ねぎがそんなに得意ではないのでネギを使います。これもちろんねお店でカツ丼頼むこともあるんですけど、その時はねどうぞ玉ねぎがくたくたに煮込まれてるパターンのカツ丼でありますようにと祈りながら注文するんですけど、たまにそんなにくたくたじゃない玉ねぎがあるんですよ。割とこの玉ねぎのシャキシャキっていうのが残ってるパターンのカツ丼の時がちょっと残念です。さあでバットですね、金属のこういうのネットで Amazon で買ったんですけど、こういうの買っとくと便利ですね。さあパン粉、卵つけてパン粉つけてっていう感じにしていきますけれども、これね、パン粉がね結構粗めだととんかつ豚肉につきにくかったりするんで、パン粉をねレンゲ使うんですけど、レンゲでガーッと細かくしてまいります。別にこれレンゲじゃなくても何でもいいんですけど、ちょっと細かくねしてまいります。で卵ですね。卵1個ぐらいでいいかなと。バーッと溶きまして、ここはもう極力しっかり溶いていきたいですね。で今回はフライパンで揚げていきます。もうあんまり油たくさん使いたくないんで、フライパンでとんかつが浸かるかな浸からないかなぐらいのところの分量で揚げていきます。でこれね揚げ物なんかやるとこの鉄のフライパンにすごく油がなじみますんでね、いい感じにお米が炊けていっております。出ました、かす汁。これかす汁なんですけど、うちのおかんがですね、あんたコロナで買い物とかなかなか出られへんやろから言うてかす汁をね送ってくれまして、これがもう大好物なんですよ。ありがたいですね、親というのはね。さあで豚肉、今回これお肉ね豚肩ロースですね。豚肩ロースのこのスライスしたやつ、これを3枚重ねて揚げていこうと思います。っていうのはちょっととんかつ用に売ってるお肉ってちょっと分厚いなっていう時があって、なんていうかこのカツ丼にする時にこの卵とかこのお出汁とかの絡み具合がねちょっととんかつ用の肉やとちょっと分厚くて、この肉の分量多なってまうなみたいな感じがちょっとするんですよね。だから卵とネギとかとこのお出汁とかとうまく絡まるように、ちょっとこのぐらいの分厚さがいいなということで、今回ミルフィーユパターンでとんかつを作っていこうと思います。親子丼じゃない、親子丼って言ったかな今。カツ丼じゃなくてとんかつを食べるっていう時はお肉割と厚みがあってドーンって感じでもいいと思うんですけど、カツ丼の時ね割とねちょいこの薄めがいいなっていう、そういう好みですね。パン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 つけていきます。
これバットね、本当はもうちょっと大きい方が良かったですね。大きいバットでつけるとこのパン粉がねつけやすいんですよね。でそのバットない時便利なのがですね、コストコのコストコなんだっけ、コストコのでっかいプルコギビーフ、あれの入れ物がでっかいんですけど、あれに入れて肉にパン粉まぶすとねすごいやりやすいですよね。豆知識ですね。じゃあもう一個、もう余らしてもしょうがないんでもう一個作っていきます。これも揚げてね置いといて次の日にでも食べようという魂胆でございます。はい、全く同じ作業です。こんな風に仕上がりました。いい感じなんではないでしょうか。でちょっとパン粉を落としてね温度を調べまして、いいですね、いい感じ。ちょっと若干高いかなぐらいの。いい音してます。ちょっとしばらく聞いてください、この音を。さあいい感じに上がりましたね。あーいいですね。もう湯気がもう CG みたいに綺麗な湯気が。いいですね。さあもう一枚上げていきましょう。ちょっと傾けたりとかしてね、こう若干深いところを作って裏側の方もねしっかり上げていく、しっかり上げていく。さあご飯も炊き上がりました。やだやだ、いい感じに炊き上がっている。やだやだ、いい。はい、2枚目のとんかつの方もいい感じに上がりましたね。これは翌日明日の昼ご飯にします。きれい。油は一旦オイルポットに捨てまして後で処分します。とんかつ切っていきます。素晴らしい。私は音が聞きたくてとんかつを揚げていたのかもしれない。そしてカツ丼といえばお出汁の染み込んだ卵ですね。3つぐらい使っていきます。3つぐらいっていうか3つです。卵をある程度溶いた感じにしますね。あんまり溶きすぎても混ぜすぎても良くないかなって感じなので。で、ちっちゃめのフライパンにめんつゆつゆ、もうこれ楽ですね。もう味がもうこれだけ決まりますんで、もう他の調味料なしでおつゆだけで味決めていこうと思います。弱火にしましてですね、若干煮立たせてネギを投入。ネギがね若干しなっとするぐらいまで。あんまりこのゴリゴリにね煮詰めてしまってもカラカラなるんで、いい具合にちょいしなあたりで卵を入れたいところですけどもね。かす汁うまそうですね。さあ卵入れていきます。ここからは時間との戦いです。弱火にしましてですね、この卵が
がっつり固まってしまわないぐらい半熟ぐらいの感じに仕上げたい。ちょい触りましてですね、こう卵を田中って言いましたね。卵をぐじゅぐじゅっとしてね、ぐじゅぐじゅっとしたいところですよね。親子丼とか作る持ち手が垂直に天の方を向いてる鍋ありますよね。ああいうのがあるとすごいいいんでしょうけどね。ないんで、さすがにうちには。さあこのぐらいジュクジュクっとしたところで、ちょっとねこの辺まだカツ丼って僕そんな作ったことないんで、あんまりね、この段取りがね、どういう手順を踏んだらいいのかちょっといまいち定まってなくてですね、一旦ここに投入します。要はこのとんかつをちょっとこのジュクジュク卵でちょっと煮込みたいみたいなね、そういうところなんですけれども、しかしこれも入れてしまって、こっからじゃあ火かけたらどんどん卵固がるし、半熟じゃなくなってしまうけど、とんかつはちょっとしなっとさせたい部分もあるしっていう、ちょっと段取りが火消しましたね。もうとりあえず盛り付けましょう。盛り付けていきます。でこれね、もうなんかね、メスティンで食べた方がなんかちょっと変わってていいかなってちょっと思ってしまったので、メスティンにまんま盛り付けようということなんですけど、これもね、うまいことフライパンからドゥルンってこうメスティンの上に全部をドゥルンっていかせれたらよかったんやけど、なかなかそれはちょっと形的にも難しかったんで、一旦こういう風にしようと思ったら全然いい感じに置けずっていうね、こうなるんですよね。こうなっちゃいますよ、それはね。なかなか難しいんですよね。理想のだから下に黄色い卵がザッとあって、上にとんかつドンドンドンみたいな綺麗に乗っけたかったんですけどね、ちょっともう段取りのミスにより、ちょっともうこれね、もう結果一旦とんかつをこれ出します。やっぱもう見栄えね、やっぱり仕上がりちょっと綺麗にしたかったんで、ちょっと一旦出します。はい。この工程は本当にあまり見せたくなかったんですけどね。はい、こうやってもう一旦ね、卵を鼻からこうすりゃよかったんですよ。そもそもで言うともフライパンの中にとんかつを入れなくてよかったなっていう学びがありましたね。鼻からこうしといて、でとんかつはとんかつで後から乗せりゃよかったなっていうね。人間って一回やってみないとわからないこともありますしね。だからあれでしょうね、めんつゆいってネギいった段階でとんかつ入れて、フライパンにとんかつを入れる場合はね、でちょっとめんつゆで煮込んだ後に卵を入れて、でとんかつ以外、できました。できました。でも結果うまそうに仕上がっておると思います。いかがでしょうか。かなりうまそうですよね。これ今度お弁当にして新幹線で食いたいな。さあ、そしてかす汁です。からおかんがね作ってくれて送ってくれました。一応なんかコロナでね心配して、こんな47にもなった息子にね、わざわざ送ってくれました。ありがとうございます。本当にね、これが大好きでね、本当死ぬ前に最後のご飯何がいいみたいなことをね47年間も生きてるとね何回か聞かれましたけれどもね、その際にはいつもこれと答えております。おかんのかす汁と答えております。これがね割と京都以外の人はあんまりかす汁ってあんまり馴染みがないのかな。なんかこれおかんがねおかん曰くとにかくすごく安いかすで作れっていうことを言うてました。割と京都の冬はかす汁やったりします。
L L L みこみこ。みこ。うん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 。